動画に入る前なんですけど、以前販売しました大間のマグロ、こちらが一部まだ届いてないという方がいるという件について少し触れさせてください。まずは注文してくださったのに大変遅れまして申し訳ございませんでした。原因としましては、本当にマグロが急に取れなくなってしまったというのと、あとどんどん水温が低くなるにつれて赤身の部分が少なくなって、マグロ自体に脂が乗ってきてしまって、1本のマグロから赤身が少量しか取れなくなってしまったので、配送が遅れてしまったという現状があります。キャンセルをするか、代替品を送らせていただくか。代替品は中トロと大トロのセットでございます。そちらの方のメールをまだ未配送の方に送らせていただきました。本当にお手数をおかけして申し訳ございませんでした。で、メールを送らせてもらって、470人の方がメールが返ってこない状況でした。なので、そちらのお客様には手紙の方を送らせていただきました。手紙の方を送らせてもらったんですけど、そちらの方も返ってきてないお客様が今230人ほど見えます。で、考えられる理由としては、本当にこちらの落ち度なんですけど、一斉送信でメールを送らせていただきましたので、メールサーバーでエラーが起きてしまったんじゃないかっていう、そういう可能性が考えられましたので、2回目はですね、個別で一人一人打ち込んで全件送らせていただきました。それでもメールが返ってきてないお客様が470人見えます。まあ、そちらのメールが届いてないよっていうお客様見えましたら、今一度ご確認していただけると嬉しいです。メールと手紙どちらも送っておりますので、まだマグロ連絡来てないよって方は、以上そちらの方をご覧ください。配送とか在庫管理とかそういったものに関してはカスタマーさんの方にお任せしてるんですけど、僕も今一度気を引き締めてそちらの配送周りの方を徹底していきたいと思います。で、また市場ウニが少し遅れて届かないよってお客様も見えたんですけども、大雪の影響で少し配送が遅れてしまっているっていう現状がありまして、そちらの方もメールの方で案内しておりますので、もしかしたら迷惑ホルダーとかそういうところに入っている可能性があるかなと思うんですけどね。普通は生鮮食品っていうのを扱うのはとても難しいんですけども、今後もね、これは課題として一つ頭に入れてしっかりやっていきたいと思います。この度は申し訳ございませんでした。それでは本編へどうぞ。よいしょ。カリゴでございます。ということで、今日なんですけども、久しぶりにあの企画、市場で輝いている魚を見つけて買ってみようのコーナー。市場行ってきました。ちょっと雨が降ってたので、室内でのオープニングになりますけども、今日輝いていたお魚は一体何でしょうか。どうぞ。今日は輝いている魚ありますかね。ちょっとね、今日風が強くてしけてるんで、どうかな。だいたいここ見れば地物があるかないかはわかる。私、うお、これめっちゃ俺の好きなやつだ。マト、これいいじゃない。久しぶりに見たなこいつ。第一候補でいこう。輝いとるな。うわ、これもいいな。何このヒラスズキ。これ何これ。やば。立派。うわー、いいな。あのヒラスズキもいいな。うわ、ピッカピカのマダラ。見てこれ。すごいいいよこれ。もう刺身でもいけるんじゃないっていうぐらいの鮮度のタラだな。これすごいな。何この鮮度。こっちとこっち全然鮮度違う。でこっちも鮮度いいけど抜群だよねこっちがね。おはようございます。今日輝いてる魚探してるけど相変わらず輝いてますねここは。ちょっと早いんで。うわ、出たそいつ。うわー、この前刀で、うわ、ここら辺もなかなか。ヒラメはね、明日釣りに行くんですよ。あ、釣れちゃうな。金谷さん、釣れちゃうんですよ。これどこですか、諸崎沖ですか。もちろん刀で昨日。最高ですね。いやー、いい、干しガレいいな今の。あ、ゴーマンガニだ。いいですね。個人的に買いに来よう。タラが気になるな。サバいいね。うわ、見て、メバルが出てきてる。美味しいよな今の時期な。釣りではなかなか釣れねえんだよな。決めました。今日輝いてた魚はこちら。あれタラめちゃくちゃ鮮度いいじゃないですか。これこっち鮮度すごないですか。鮮度がこれ朝もたくまで泳いどった池。こっちは池じゃないの。それは氷締め。朝まで生きとったってすごいね。水槽車で北海道から持ってくる。水槽車で持ってきたんですか。そう鮮度いいんだけどこれもめちゃくちゃいいですよ鮮度だけどこれは池。へえ。これはもう刺身でいけそうなぐらいの。両方とも刺身でいけいけるよね。これはでもコリコリ。へえ。タラのコリコリってないもんね。ないね。愛知じゃねありえないもんね。じゃあくださいこれ。はい、ありがとうございます。というわけで本日の食材がこちら。よいしょ。ピッカピカのマダラっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、マダラっていうことでね、今日輝いてたのはマダラ。
もうまさしくこうピッカピカです。すごい鮮度です。今年入って初めてかな、こんな鮮度のいいマダラを見たのは。北海道とか三陸とかこっちの北の方の市場だったらこういう取れたてのピカピカのマダラっていうのはよく市場に並ぶと思うんですが、僕の住んでる愛知県でこんな綺麗なマダラを見ることはほぼないですね。このちっちゃい方もすごく綺麗なんですけど、この大きい方、この子はさっきまで水槽で生きてたやつなんですって。確かにね、身がね怒ってるんですよね。こっちは鮮度良くて刺身でもいけるけど生け物ではないっていう感じですね。でこうやってちゃんと締めてくれてあります。で鮮血もすごい出てましたんで処理は完璧です。僕一度でいいからマダラのお刺身が食べてみたかったんでね、今日はこちらのマダラを使ってお刺身を作っていきたいなと思います。タラといったら大体鍋物とかフライとかムニエル、そういったものを何しても美味しいんですけど、刺身は本当に鮮度が良くないと食べられません。でマダラの刺身を食べるにあたって鮮度以外でもう一つ気をつけたいところがあります。それはですね、アニサキスです。どんな魚にもアニサキスがいる可能性ってあるんですけど、このタラっていう魚はすごくアニサキスが多い魚です。なので食べるときは本当に自己責任です。めっちゃ目で見て気をつけて食べていきたいなと思いますよ。で僕アニサキス当たったことなくて、で対策どうしてますかって聞かれた時は、昔はねよく噛んで食べるとか言ってたんですけど、よく噛んだぐらいじゃ死なないみたい。アニサキスって自分の体に少しでも傷がつくと死んでしまうみたいなんですけど、結構やつらね弾力があるみたいで、軽くむっと噛んだぐらいじゃ傷がつかないみたいです。なんでやっぱりアニサキスの一番の対策はしっかり目で見て目視で取り除く。それが一回凍結をかけてしまう。であと極力薄く切ることですね。薄切りにするとアニサキス見つけやすいです。コロッと切るようにね。この3つかなって思いますね。では前置きが長くなりましたけども、早速さばいていきましょうか。ではまずこちらの小さい方いきましょうか。そしたらマダラといったら白子が卵ガチャでございますよ。このお腹の中には一体何が入ってるんでしょうね。白子だったら嬉しいな。白子だったら白子ポン酢も作れますから、昆布の上に置いて焼くのもいいな、蒸すのもいいな。想像が膨らみますね。ではさばいていきましょう。まずは鱗をかいていきます。お刺身にする場合でも鱗はしっかり取った方が皮もきれいに引けますし衛生的にもいいです。うわこれどっちだ、これ卵か白子。なんか触った感じヒラヒラってしてる感じはあるんだよな。この鮮度感で白子が出てきたら極上のはずで、こちら一応値段の参考までにタラって1匹丸ごと買うと、ちっちゃい方こちらがだいたい約3キロです。3キロでキロ単価が1500円です。1500円なので4400円ぐらいとなっております。この大きい池だらですね、こっちの池の方がですねだいたい5キロです。5キロでキロ単価も池なので少し高いです。1800円となってます。なのでこれ1尾8800円ぐらいですね。価格も知りたいっていう方多いのでね、どうです、ちょっとやらしいですか価格言うの。なんかね一部値段言うとなんかやらしいっていう声もいただくんで、結構僕の中でこう葛藤があるんですけどね。いや値段はね言ってった方がいい気がするんだよな。コメントお待ちしてます。さあでは鱗がある程度取れました。でタラはある程度鱗取れたらこうブラシで仕上げしてあげると、さらに細かい取り残しの鱗と、あと結構こうぬめりが出ます。こうぬめりも取れますので、鱗かきからのこうブラシとかたわし、こういったもので仕上げてあげるとより綺麗なので切り身とかにもしやすいですね。こんなぬめり出るんですよ。またこのタラは鮮度がすごくいいのでぬめりがよく出ますね。これ見てください、この締め跡からでも分かるこの身の鮮度感素晴らしいです。意外とタラって牙がね、痛い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 、危な、牙がねすごい鋭いんですよ。こんな可愛い顔してるんですけど、実はゴリゴリのフィッシュイーター、お魚大好きなお魚です。さばく際は手に気をつけてくださいね。じゃあまずお腹割っていきましょうか。いきますよ。お腹割る際は逆包丁がいいですね。うわでもね白子じゃなさそう。白子だったらここで出てくるもんな。やっぱマコでしたね。残念。でも胃袋がパンパンだ。久しぶりに始まりましょう。胃袋のこの中何入ってるのシリーズ。これやるんだ今日朝8時にやるんだ。じゃあまずちょっと卵だけ取り出しますね。この卵もね和え物とかするとすごい美味しいんですよね。わもう全然肝も溶けてねえわ。ほらほらほらすごい。もう腸もさ、これ腸なんですけどもうまだ原型とどめてますもん。
鮮度の悪いものはね、この腸がドロドロに溶けてくるんですよ。でこれ卵、素晴らしい卵。これで明太子作ってもいいですね。この肝ですよ。こんだけ肝が綺麗だったらこれ肝も食べられますよ。でもこの肝にアニサキスがまた多いんだ。多分いますよ。あ、いた。これこの埋め込まれてるの、これです。こういうね、アニサキスはくるくるって丸まって入ってるんですよね。プチッと潰すとこうやって出てきます。わかりますかね、この指先に乗ってるの、くるくるってなってるやつ。こんなもうミリ単位の生物なんですけど、こいつが体の中に入って胃とかにピタッと食いついて胃を食い破ろうとしてくるんですよ。大の大人でももがくほど苦しいっていうね。これは僕で毎回言いますけど、魚を生で食べるってことはやっぱりアニサキスのリスクっていうのはありますのでね。特に天然魚はね。なんでアニサキスの多い魚介っていうのはあるんですよ。今回のタラとか、あと秋鮭とか、あとサバとか、あとスルメイカとかね。スルメイカとヤリイカだったら僕はね、圧倒的にスルメイカの方が多いと思う。確率が全然違います。取れるところにもよるかもしれませんけど、僕の経験上そんな感じはしますね。さあ、じゃあ胃袋開けていきますよ。でもね、タラの胃袋大体腐ってんだけど、これ鮮度いいから、もしかしたらピカピカの魚が出てくるかもしれない。ほら、こんな有毛数もこんな綺麗ですよ。ではいきます。まずは胃袋の付け根をカット。ドロドロしてる。もう出てきてる。開けます。オープン。臭くないおえじゃない。胃袋開封でこのパターン上じゃない。そして中に入っているもの、イワシでした。マイワシですね。マイワシがゴロッと入ってます。2匹、3匹、4匹、これ溶けてますね。5匹、6匹、7匹、本当に臭くないわ。でもそんなにね、油がありそうなマイワシは食べてませんね。ほら、もう胃袋もなんかしっかりしてますもん。いや、嬉しい。なんか臭くないのいい。なんかタラ特有の匂いもないんだよな。では頭だけ取っちゃいます。でここでこうしときます。はい、この状態でここに膜があるんですけど、これも取ってもいいんですが、こうやってね取るとこの黒い膜とかがビロビロと取れます。気になる人はこう取ってください。で取るとここに血がついてますので、これを洗い流すと。ここまですると綺麗ですね。これがヘッドレス状態、業界ではドレスとも言いますね。はい、次 5kg のマダラ。これも同じように鱗取って内臓と頭を落としてドレス状態にしていきます。さあこっちはどうでしょう。こっちは白子っぽいな。なんか白いのが出てきてますんで期待大ですよ。こっちは開けていきます。はい、来た。来ました。たっぷりの白子が入っております。ひだは小さめですね。鮮度は抜群です。お、よーく入っとるな。大当たりです。はい、白子軽く洗います。でタラの白子ってこうひらひらじゃないですか。このタラの内臓物なんですよ。ってことはもちろんアニサキスいるんですよ。この中にもひらひらだし色も白いし分かりづらいじゃないですか。なので意外とタラの白子ポン酢ってアニサキスに当たりやすい食べ物なんですよ。はい、これが肝ですね。さすがに肝も立派でございますよ。ほらすごいすごい。こっちの方の肝はさっきよりアニサキスいますね。1、2、3、裏側めくって、うわ、こっちいっぱいある。4、5、6、あ、これもう出てきちゃってるじゃん。もう我慢しきれず。見えますこれ。すっごい食いついてるの分かりますかね。ぐーってこうアニサキスはね食らいつくんですよ。こうやってちっと怖いけどちょっと当たってみたい気持ちはある。こっちは水槽で生かしてあったので胃袋何も入ってませんね。タラの胃袋はチャンジャというおつまみになりますね。チャンジャはマダラよりスケトウダラが多いのかな。スケソウダラというまたマダラとは違う種類のタラがいまして、これよりちょっと細いんですけど、そのスケソウダラの卵はもう皆さん大好きな明太子の原料となります。スケソウダラにももちろん白子はあるんですけど、やっぱりマダラの白子に比べると味は劣りますね。やっぱりスケソウダラは卵に価値がある。でマダラは白子に価値があるって感じですかね。ここに1本入れて膜を外したら黒い膜も
取っていきます。ではこちらの小さい方をさばいていきましょう。動画でタラさばくの久しぶりですね。2年ぶりぐらいじゃないですかね。体感ですよ。僕ね、タラさばくの大好きなんですよ。なぜなら超気持ちいいから。本当にね、この魚はね、さばいててストレスが発散される。タラの構造はちょっと変わってまして、こう腹骨がね、人間のあばらみたいにこう広がってるんですよね。丸まってると言いますか。なのでいつも通り下入れて上入れてビュッてやろうとすると、ここのね、ここで突っかかってしまうんですよ。でしかもここの骨めっちゃ硬いので、普通のさばき方だとおろしにくいです。じゃあどうやってさばくかと言いますと、いつも通り尻尾から入れる。まず腹に1本入りました。そしたら反転させてちょっと丸めます。丸めることで皮がピーンとなって包丁が入れやすくなります。ここに1本入れまして、で背骨までいきます。この状態まで来ましたら、こういうふうに完璧に背骨をむき出しにします。さっき言った骨がここです。ここは硬いんですよ。入っていかないんですよね。なので尻尾貫通させて、この状態になったらペーパーかなんかで滑り止めをして、これを尻尾を押さえてこっち側に引きます。ビリ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 。そうするとこの硬い骨と腹骨がこっちの骨の方に残ります。で綺麗なフィレ状でおろすことができます。これがね、タラ一番おろしやすいです。スズキとかもこのおろし方が有効ですね。ぜひやってみてください。これ慣れるとね、本当ね、早くできますよ。楽です。ポイントはここでしっかり広げて背骨の上に包丁を通すこと。ここまで。ここでしっかり通さないと身がえぐれてしまいます。この状態でここまで包丁を入れる。この状態です。もう骨が見えて、これ触れるぐらい。このぐらいにして、あとはビロビロビロっと。そうすると身も割れずに綺麗におろせます。身綺麗ですよ。すごい綺麗。血抜きが完璧です。美味しそうですね。じゃあこっちでおろしていきましょうか。こっちは生け物です。でも確かに鮮度はこっちの方がいいな。段違いだな。うわ、すごい。でこっちも一緒ですね。ここまで包丁を入れまして、で尻尾落として入るところまで包丁を入れたらここで止まりますので、あとはビロ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 っと。はい、こんな感じ。もうツヤが全然違います。プリップリです。うわー、うまそう。こっちこのタラはね、加熱調理してもうまいっすよ。鮮度のいい魚イコールお刺身で、鮮度が落ちてきた魚は加熱っていうイメージがあると思いますが、実は鮮度のいい魚を加熱料理にして食べるのがもう最高の贅沢なんですよ。全然味違いますからね。煮付けとかも全然違います。またメバルとか釣ってね、動画作りたいですけど、もうメバルなんてもう露骨に違いますよ。池のメバルと野地のメバル、同じところで取れた同じクオリティでも味が全然違う。はい、こんな感じ。はい、このように綺麗におろせました。この骨もいい出汁が出ますので冷凍庫に入れようかな。内臓は畑の肥やし。畑つながりで今日はつまもつきますので、畑行って大根を取ってきました。はい、ではつま用の大根取りに来ましたよ。よっしゃー。お、これいいですね。よいしょー。立派ですね。1本、もう1本ぐらい抜いていこうかな。土作りがしっかりできてるとこんな密集してなるんですよ。これ見てください。これほら、ボン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 って種適当にピッピッピッって巻いただけですよ。ほら、やっぱ密集するとこうちょっとちっちゃいですね。でも使い勝手がいいサイズ。収穫完了。よいしょー。これ上手にできた。ほら、すごないですか。完璧。1回目に巻いた大根はポット栽培から始めちゃったんで、あんなもうグニョングニョンのセクシーな感じになりましたけど、これは畑に種直巻き綺麗にいきましたね。で、あそこの畑は借りてる持ち主さんがずっと野菜を作り続けてて、毎年毎年堆肥を入れてたみたいなので、すごく土壌が豊かなんですよね。なので僕みたいな素人が種をプンプンプンって適当にブワーっと入れて、ある程度間引きして水もやらずにほかっといてもこんなのができるんですよ。やっぱ野菜は土が大事。お菜っぱはまた別で食べます。でもやっぱりこういう風にちょっと曲がっちゃったりボコボコっとしちゃったりするものはありますから、農家さんってほんとすげえなって思います。つまついていきます。
できました。つま切り器は早いですけど、やっぱりツヤがないですね。やっぱり自分でかつらむきしてトントントンって切った方がつまは綺麗ですね。便利なんですけどね。そしたらボウルに肝ですね。肝も今日食べましょう。白子、この池まだらから出てきましたこちらの白子、これもいただきましょう。少しお酒につけておきます。5分ほどつけておきます。はい、そうしましたら5分ほど浸かりましたので、そしたら皿置いて真昆布、そして羅臼昆布置きます。でその上にタラの白子、白子には真昆布、この肝には羅臼昆布でいきましょう。真昆布は上品な感じ、羅臼昆布はうまみの強い海藻って感じがうまいですよね。んでここにお塩を軽く振りかけます。すだちも乗せてこんな感じ。これがシンプルにうまいのよ。蒸し上げていきます。はい、この間にお刺身切っていきましょう。お刺身はやっぱりこちらの池の方を使いましょうか。もう全然鮮度感違います。これ池の方、これノジの方、こっちの方もお刺身全然いけます。鮮度すごくいいです。張りがあって全然鮮度いいんですけど、やっぱりこっちの池の方が鮮度は抜群です。そしたらお刺身取っていくんですけど、お腹の方がアニサキスがいる可能性が高いので、ここでお節と目節を分けます。でお腹の方は加熱調理用に回します。背中の方ですね、こちらを皮引いてお刺身に取っていきます。皮が引きやすい、こういう皮目してます。マダラはちょっとここは打っちゃったかなんかで赤くなってますけど、本来はこういう皮目じゃなくてマダラはこういう皮目です。こういう茶色っぽい皮目してます。鮮度が良くてもこういう色してます。でタラは昆布締めとても美味しいみたいなので、昆布締めも作ってみましょう。でまず昆布ですね。お酒をぬりぬりと。はい、そしたらこのブロック状ごと昆布に締めて切っていってもいいんですけど、それだと時間がかかります。なので早めに昆布締めでいただきたい場合は、まずはお刺身状に切っていきます。このような感じでね。そしたら切って、この切った身を乗せていくと、すげえ弾力、ゴリッゴリ。なんでお父っつぁんは北海道からタラを水槽で生きたまま愛知県に持ってこようとしたんだろう。絶対割に合わんと思うんだけど、でもお父ちゃんのおかげでこういうね、愛知県でもプリプリのタラがいただけるので嬉しいですね。一部の料理屋さんとかは使うのかな、愛知県でもタラの刺身っていうのを。本当俺初めて見ましたからね、池のタラなんて。はい、でこちら側も昆布でプレス、この状態ですね。締め加減は正直お好み、これで1日置く人もいます。昆布締めっていう感じを味わいたいんだったらもうそれでいいと思うんですけど、割とね昆布に水分持っていかれちゃいますんで、僕はこれで10分から1時間でいいのかなと思います。昆布の香りがふわっと香る、そんな昆布締めを作っていきたいなと思います。じゃあこれ冷蔵庫に入れておきます。その間にこちらも切っていきます。そしたらお皿に自家製大根のつまを引き、大葉、タラを切っていきます。はい、これでタラのお刺身の完成。はい、では蒸し物もいい感じに出来上がりました。はい、
美味しそうな匂いがしております。この皿を敷いて白子とか肝とかから出てきた水分と昆布のうまみのこの汁を逃さないっていう、これが大事。この一手間が大事。はい、これで、マダラの肝とマダラの白子の昆布蒸しの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらのお刺身いきましょうか。これがマダラのお刺身。うわ、初めて食べるな。結構海鮮屋さん行きますけど、マダラのお刺身は見たことない。やっぱアニサキスのリスクがあるし、鮮度落ちが激しいっていうので、あんまりメニューにはないのかな。今日はわさびでいきます。ではシンプルなお刺身の方からまずいただきましょうか。わさびを乗せて、巻き巻きと。で、お醤油につけていただきます。うわー、うまっ、おいしい。あ、うまい、この魚刺身。これ分かりますかね。皮目はシャキシャキで、この身の方はですね、ふわふわなんですよ。口どけ滑らか。そしてうまみがあるね。タラ自体うまい魚なのは知ってましたけど、刺身で食べてもこんなうまいんだ。すげえ美味しいわ。見た目的にはもっとね、あっさりと淡白してて、そしてもっと水っぽいと思ったんですけど、そんなことない。濃厚です。うまみ濃いです。で、みずみずしさはあるんですけど、水っぽさはないです。めっちゃうまいわ、これ。伊勢海老のお刺身みたい。そのぐらい軽いけどうまみがある。めちゃくちゃうまいです、これ。では次は昆布締めいただきましょう。昆布締めはちょこっとポン酢つけて、ほんの少しでいただきます。昆布締めも相当美味しいですね。合うなぁ、昆布のうまみと合う。タラうまいわ。あ、でも俺はね、昆布締めなしのすりたてわさびの再仕込み醤油漬けが好き。めちゃくちゃうまいです、これ。どんだけでも食べられる。白子ですね。池のマダラから出てきた白子。鮮度抜群、ピカピカです。いただきます。うわ、美味しいな。クリーミー。臭みないな。お腹から裂きたての白子でもちょっとこう内臓が傷んでたりだとか、餌食いのちょっと古いやつね、そういったものだと餌の臭みが胃袋を貫通して白子にも移るんですよ。ちょっと苦みとか臭みが出てくるんですけど、新鮮なタラの即お腹先の白子は本当に美味しいね。うますぎる。となるとこっちも期待が膨らむ。昆布蒸し。じゃあまず昆布蒸しですね。いただきます。うわ、美味しい。大人なお味。ちょっと炙っても美味しいかも。昆布とタラって相性すごいですね。改めて思いました。肝が新しかったんで肝も蒸してみました。もうかなり加熱したんで、アニサキスいても怖くねえや。おお、こんなこんなで出てきましたね。ここただもうこいつは加熱されて死んでると思いたい。いただきます。うまっ。肝激うまなんだけど。あ、ちょっと待って、これさ、白子よりうまいんだけど、この食べ方に限っては好みもあるかもしれませんが、肝の方がうまい。これは断言できる。タラの肝うまっ。でも鮮度がいいからいけるんですよ。うまいな、これは。ちなみにこの肝はちっちゃい方のタラから出てきた肝です。肝の状態はちっちゃいやつの方が物が良かったです。油もありました。色も良かったです。大きい方はね、ちょっとね、不健康な感じな肝でしたね。アニサキスも多かったので、ちっちゃい方を蒸し上げました。めちゃくちゃうまいんだけど。酒飲みのあて。はい、ということで今日はこちらのマダラのお刺身とマダラの昆布蒸しときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。こういうこと。いいトレーナーだ。っていうのは冗談で、まあたまには休館日は設けましょう。私、健康診断この前行ってきまして、異常はなかったということでね、一時期まではね、肝臓のちょっと数値が高かったんですけども、戻っておりました。嬉しい。7対3、いただきます。
うめえ。喜びの7対3って感じ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場でひときわ輝いていました池のマダラを使いまして、人生初マダラのお刺身に挑戦して食べてみましたけども、めちゃくちゃ刺身でうまい魚でした。あれは池ならではのうまさでしたね。あれ水槽車で運んだってことは、青森とか岩手県で取れたものなのかな。なんか池で運ぶ理由が分かりましたね。いやー、俺居酒屋さんとかで置いてあったら絶対食べたいな、池マダラの刺身。まあでもあれだろうな、アニサキスのリスクとかいろいろ考えるとちょっと怖いですよね。本当に美味しいものってこうやって店にはあんまり出ないんですね。いや、ほんでね、肝がびっくりするぐらい美味しかった。いつもだいたい溶けきっちゃってる肝か、硬いんだけど内臓の匂いが移っちゃってる肝しか見たことなかったので、肝は食べたことなかったんですけど、初めて匂い移ってない肝が入手できたんで食べてみたんですけど、あれはあん肝に匹敵しますよ。めちゃくちゃうまいです。あの肝は一体どこ行ってるんでしょうね。だって胃袋とかはチャンジャとかにもあるのかな、マダラも。で白子は、白子で大量に売られますよね。卵も卵で流通しますよね。でそこの副産物で必ず肝っていうのがついてくると思うんですけど、やっぱこれは地元で消費されてるんですかね。ちょっとマダラがたくさん取れる地域の方教えてください。スーパーとかにあの肝だけって売ってるもんなんですか？ちょっと衝撃の美味しさだったんですけど、あれまた食べたい魚でしたね。今日は大成功というわけで、今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。